はいどうも、田んぼです。今回は毎時4000個の火薬が手に入る高効率クリーパートラップを作っていきたいと思います。特徴1、雲湧き対策用のブロックの設置が不要な新湧き層にさらに改良を加えた湧き層を新開発。ランダムオークの使用を最大限に活かしつつトラブルの少ない安定性を目指した設計にしています。特徴2、クリーパーの湧く速度、湧いてから処理されるまでのリードタイム、湧き上限、デスポーンの影響を考慮し装置のサイズを選定。現在距離4のモンスターの湧き範囲で地下湧き4層と地上湧き1層の5層構造で湧き上限を最大限活用し、レルムズでも同じ効率を出せるようにしています。特徴3、効率は10分で670個前後、1時間あたり4000個前後の火薬が入手可能です。今回のトラップの作成にあたってはいろいろな検証を行いましたが、そのあたりは後日別の動画で解説しようかなと思います。よかったら見に来てくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使った材料はこちら。ドロップ増加3のついた剣は持って待機すると火薬の入手量が増えるのでおすすめ。作成時に足場をたくさん使うと思うので3から5スタックぐらいはご準備をお願いします。ガラスは下から見えるようにするために置いているので太化ブロックで代用しても OK。 死んだサンゴは名前に宇宙屋とつくサンゴが必要。フェンスゲートやフェンスにペールオークのものを使っていますが他の種類でも OK。 太化ブロックやハーフブロックにクォーツブロックを使っていますが他の太化ブロックでも大丈夫です。トラップドアに鉄のトラップドアを使っていますが他のトラップドアでも問題ありません。太化ブロック、ハーフブロック、トラップドア、葉っぱは大量に使うことになるので頑張って準備してくださいね。装置のサイズは待機場を含めると横42、奥行き42、高さ48必要です。次にクリーパーが湧かない環境があるので説明しておきますね。まずはモンスターの湧かないキノコ島、次は河川の上。陸地付近は一見海のように見えて河川であることが多いので注意してください。次はストレイの湧く雪原。あと近くに地下湧きを利用したモンスタートラップがある場合は80マス以上は横に離してください。作成する場所を決めたら夜間地面から25マス以上離れて下にクリーパーが湧いていることをまず先に確認しておきましょう。では作っていきましょう。今回は作る湧き層のサイズの関係上どうしても作業中にクリーパーが湧くので今回だけは難易度をピースにして作業を進めることをお勧めします。まずは地面にモンスターが湧かない高さまで足場ブロックを積み上げていきます。演算距離4であれば50マス、演算距離6以上の場合は135マス程度積み上げていきましょう。ではまずは現在の Y 座標を確認。今回は Y0 ですね。今回は演算距離4の場合で作っていくのでここから50マス上の Y50 まで足場ブロックを積み上げていきます。はい、 Y50 まで来ました。次は一番上の足場ブロックの側面から手前に1マス、左に2マス、右に3マス、奥に4マスブロックを置いたらそれを基準に 6×6 の待機場を作っていきます。まずは手前に1つ、左に2つ、右に3つ、奥に4つ、このように置いたらこれを四角にしていきましょう。これで待機場は OK。 次は処理層を作っていきましょう。ではまずはラージテストを2つこのように設置しましょう。置く位置はここからポン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 、こんな感じですね。次はホッパーを5つこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはチェスト背面に回ってこの位置から横向きホッパーを1、2向きを確認します。次はこのホッパーの上に下向きホッパー、あとはこちらから横向きホッパーを1、2とこのように設置してください。次はガラスをこのように設置し処理層の床部分を作ります。まずはこことこことここに置いたら周囲1マス広げるようにこのようにガラスを置いていきます。あとは角の4つを削ってください。次はピストンを4つこのように風車型に配置します。ピストンを置く位置はこことこことこことここ、このように内側向きに風車型で置けていれば OK です。次はピストンの左側面にトーチを設置します。ピストンの左側面なのでこことこことこことここですね。次はオブザーバーをこのように設置します。信号の向きはこちらです。置き方は先ほど置いたトーチの側面に向けてこの向きでポン、上の三角マークがこのようになっていれば OK です。あとは同じ要領で残りのトーチの側面に向けてオブザーバーを設置していきましょう。次はレバーを取り付け動作を確認します。この位置のピストンの背面にレバーをつけて一旦オンにしてからオフにします。このようにピストンが動いていれば OK。 動作が確認できたらレバーをオンにして止めておきましょう。次はピストンとオブザーバーの上にガラスを15個積み上げていきます。ここから置いていくガラスは太化ブロックで代用しても大丈夫です。まずはオブザーバーかピストンの上に乗って現在の高さを確認。 Y54 ですね。ここから15を足した Y69 までガラスを積み上げていきます。
こんな感じでピストンとオブザーバーの上にガラスを積み上げていってください。はい、Y69 まで来ました。これで処理層は完成。次はクリーパーを運ぶ水路を作っていきます。ではまずは一番上にガラスを手前と奥に3マス、左右に2マス伸ばして広げます。まずは手前に1、2、3、奥も同じように1、2、3、あとは右に2つ、左に2つ、このように伸ばしたら、あとはこれを四角くしていきましょう。次は先ほど置いたガラスよりも1マス高い高さで 8×8 の床を手前と奥に設置します。まずは手前から、置く位置はこの位置からですね。2、3、4、5、6、7、8マス。あとはこれを横に伸ばして 8×8 のサイズにしていきましょう。はい、OK。では続いて奥側ですね。こちらも同じようにこの位置から8マス置いて横に伸ばして四角くしていきます。次は先ほど置いたガラスから1マス高い高さで 8×7 の不等間ブロックの床をこのように作ります。まずは手前から置き始める位置はこの位置ですね。2、3、4、5、6、7マス。あとはこれを横に伸ばしていきましょう。では奥の方も同じようにやっていきます。ここから置き始めて7マスにしたら横に伸ばしていきましょう。はい、OK。置けたら念のため床の長さが7、8、10、8、7の長さになっているか改めて確認しておいてくださいね。次は後で流す水がこぼれないようにこのように床の周りを囲むように不等間ブロックで一段壁をつけていきます。置く位置は床の斜め上のこの位置からですね。こんな感じでどんどん壁を取り付けていきましょう。次は中央の穴の上に水を遮るフェンスゲートを設置して角から水を流します。まずはフェンスゲートをここから1、2、3、1、2、3と置いて、こことここは壊して穴の上に4つ配置できたらこのように開いていきます。次は水をこの角とこの角とこの角とこの角に流してこのように中央の穴に向かう水流ができるので確認しておいてください。次は手前と奥から水を流していきます。まずは手前の壁のここからここまで流しましょう。このように水が流れていれば OK です。次は奥からも同じように水を流していってください。次はこのように手前と奥の壁を3段高くします。まずはここから1、2、3、あとは横に広げて壁を作ります。できたら奥の壁も同じように3段高くしていってください。次は今高くした壁の高さに合わせて水路周りの壁を同じ高さまで高くしていきます。置くときは低い壁の方から高くしていくと置きやすいかもですね。こんな感じでどんどん高くしていってください。壁を作り終えたら念のため長さが42マスになっているか確認しておいてください。これで水路は完成。次は脇層を作っていきましょう。まずは左右の壁の側面から16マス不等間ブロックを追加してこのように 42×42 のサイズに広げていきます。置き始める位置はここの角のブロックの側面からですね。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16マス。次は左側に移動してここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16マス。このように伸ばしたらこれを基準に大きな床を作っていきましょう。床を作れたら 42×42 のサイズになっているか念のため確認しておいてくださいね。では視点を変更して続けます。次は水路の上を左右1マス残してこのように不等間ブロックを設置して床にします。置き始める位置はここからこのように左右1マス残しておいたらこれを奥まで伸ばしていきましょう。次は中央の床の上にこのように不等間ブロックを1マス置きで置いていきます。置き始める位置は一番手前のブロックから数えて1、2、3マス目のここですね。まずはこのように不等間ブロックを置きます。あとは1マス間隔を空けながらこのように奥まで置いていってください。奥の方は最後はこの位置まで置くことになりますね。次は今置いた不等間ブロックを基準に左右の床の上にもこのように不等間ブロックを1マス置きに設置していきます。左右の端の1マスは後で壁を置くので開けておいてください。
まずは左手前から、先ほど言った不等化ブロックがここなので、ここからここまで置きます。ここは壁の位置なので開けておきますね。あとは同じ要領で奥までどんどん置いていきましょう。はい、これで左側は OK。 次は右側ですね。中央の不等化ブロックがここなので、ここからここまで、あとは奥までどんどん置いていきましょう。次は中央の穴にクリーパーに床と誤認させるための内輪サンゴを設置します。まずは手前から、置き始める位置はここからですね。こんな感じで脇層の高さに合わせてジグザグに置いていく感じで置いていきましょう。奥の方はここまでですね。これで左側の穴は OK。 次は右側の穴の方も同じ要領で置いていってください。これで1層目の床部分は OK。 次は2層目の床とトラップドアを設置します。次は2層目の床になる上付きハーフブロック、トラップドアを設置していきます。奥から置いていった方が置きやすいので、まずは左奥に移動しますね。ではまずは1層目の左奥の角になるこのブロックの上に仮ブロックを1、2、3、4個置いて、下3つは壊します。次に仮ブロックの下にハーフブロックをポン。このように上付きで置けたら、その底面に向けてトラップドアを設置。仮ブロックは撤去します。このように1層目の高さがトラップドアを置くことで2マス未満になるので、これでクリーパーのみ湧くようになりますね。ではこれを基準に横に伸ばしていきましょう。途中の穴の上の部分はこのように1マス開けて端まで置いていきます。はい、ここまでですね。次はハーフブロックの底に向けてトラップドアを置いていきましょう。はい、これで1列完成。次はこの位置から仮ブロックを4つ置いて、下3つは撤去。仮ブロックの下にハーフブロックを置いて、仮ブロックを撤去したらハーフブロックの下にトラップドアを設置します。こんな感じで先ほどよりも1マス下に下がった位置になりますね。あとはこれを基準に横に伸ばしていきましょう。ハーフブロックが置けたらその下にトラップドアを置いていってください。はい、これで2列完成。あとは1列目と2列目の内容を繰り返してどんどん作業を進めていってください。はい、これで2層目の上付きハーフブロックの床とトラップドアの設置は完了。ちなみに2層目と4層目に関してはサンゴを置く必要はないので、このままで大丈夫です。次は3層目の床とトラップドアの設置です。3層目の床はハーフブロックではなく不等化ブロックになります。では左奥から置いていきましょう。2層目の脇層の角がここなので、ここから仮ブロックを1、2、3、4個置いて、下3つは撤去。次に仮ブロックの下に不等化ブロックをポン。その下にトラップドアを設置し、仮ブロックは撤去します。2層目の高さが2マス未満になりますね。次はここから仮ブロックを4つ置いて、下3つを撤去。仮ブロックの下に不等化ブロック。不等化ブロックの下にトラップドアをポン。2層目の高さが2マス未満になっているのを確認して仮ブロックは撤去します。あとはこれを基準に横に伸ばしていきましょう。端まで置いたら不等化ブロックの下にトラップドアを設置していきます。はい、1列目 OK。 次は1マス低い2列目ですね。同じ要領で置いていきましょう。端まで置けたら下にトラップドアを置いていきます。はい、1列目2列目は OK。 あとはこれを繰り返してどんどん置いていきましょう。次は内輪サンゴを取り付けていきます。置く位置はここからですね。こんな感じで不等化ブロックの側面に向けてサンゴをジグザグに取り付けていきましょう。片方が終わったらもう片方も同じように置いていってください。はい、これで3層目の不等化ブロックの床とトラップドアの設置は完了。次は4層目のハーフブロックの床とトラップドアを設置していきます。4層目については2層目と同じ置き方になります。まずは左奥に向かい、脇層の角から仮ブロックを4つ置いて下3つを撤去。仮ブロックの下にハーフブロック。ハーフブロックの下にトラップドアを設置し、仮ブロックは撤去。次はここから仮ブロックを4つ置いて下3つを撤去。仮ブロックの下にハーフブロック。ハーフブロックの下にトラップドアを設置し、仮ブロックは撤去。あとはこれを基準に脇層全体に置いていきましょう。次は最後の5層目の床とトラップドアを設置していきます。置き方は3層目の時と同じになりますね。
まずは左奥に向かって脇層の角のハーフブロックの上に仮ブロックを4つ置いて、下3つは撤去。仮ブロックの下に不等化ブロック、不等化ブロックの下にトラップドアを設置したら仮ブロックは撤去します。次はここから仮ブロックを4つ置いて、下3つは撤去。仮ブロックの下に不等化ブロック、不等化ブロックの下にトラップドアを設置したら仮ブロックは撤去します。あとはこれを基準に脇層全体に置いていきましょう。次はトラップドアを脇層の上に設置します。5層目は地上脇の脇層なので、ここではトラップドアだけ置いていく感じになりますね。まずは左奥に向かったら、5層目の脇層の角のブロックから仮ブロックを1、2、3個置いて、下2つは撤去。仮ブロックの下にトラップドアを設置し、仮ブロックは撤去します。ではこちらも同じように仮ブロックを3つ置いて、下2つを撤去し、トラップドアを置いたら仮ブロックは撤去します。この位置ですね。あとはこれを脇層全体に置いていきましょう。トラップドアの側面を狙って置いていくので、しゃがみながら置いていくと置きやすいかと思います。次は5層目の穴の部分に内輪サンゴを設置していきましょう。置くのはここからですね。こんな感じで脇層に合わせてジグザグにどんどん置いていきましょう。ここまでできたら、この後周囲を壁で囲むため、念のため1層目、3層目、5層目にサンゴがしっかり置けているか、各層のトラップドアの置き忘れがないか、改めて確認しておいてください。これで5層分の脇層の床は完成。ここからは壁と屋根の取り付けをしていきましょう。ではまずはこのように角から21個不等化ブロックを積み上げて、壁の高さの目印を作っていきます。では左手前の角に置きますね。この角の位置から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21個。次は目印の高さまでこのように壁を作っていきます。こんな感じでダーッと置いていって、どんどん壁を高くしていきましょう。次はこのように葉っぱの屋根を取り付けていきます。葉っぱを置き始めるのは先ほど作った壁の上からですね。こんな感じでダーッと置いていきましょう。雷雨時に葉っぱに雷が落ちても雨ですぐ消えるのですが、心配な方は中央あたりから少し上に登って避雷針を設置しておくと安心ですね。では最後に待機所に落下防止のフェンスを置いて松明で明るくしておきます。ここからフェンスで囲っていって適度に松明を置いておきましょう。はい、これで装置は完成。では待機所に登ってトライデントを入れて最終チェックを行います。トライデントを刺すときはピストンのこの位置に刺してから動作を開始すると中に入ってくれます。動作中でもここを狙って投げれば中に入れられますね。横から穴を開けて中に入る必要はないです。ではここで難易度をピースから戻して、ドロップ増加3のついた剣を持ったらクリーパーが落ちてきて処理をされてチェストに火薬が溜まっていくのを確認します。はい、問題ないですね。ではこの状態で10分ほど放置して効率を測ってみましょう。はい、10分経ちました。今回は10分で火薬が677個、1時間換算だと4062個ですね。だいたい4000前後取れていれば OK です。はい、今回は毎時4000個の火薬が手に入る高効率クリーパートラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。田んぼでした。ではまた。